ゲームが大好きなさくらです。今回は還暦 FireTV でプレイステーションのゲームを遊べるのか検証、こちらをテーマに話をしていきたいと思います。これまでこのチャンネルでは FireTV でファミコン、スーパーファミコン、Nintendo 64を遊べるのか検証してきました。今回のプレイステーション動作検証はシリーズの最新版です。懐かしいゲームがお手軽にテレビで遊べれば最高ですよね。スティック型の格安メディアプレイヤー FireTV で 3D を多用するゲームが遊べればと考えるとロマンがあると思いませんか？よく Amazon のセールで登場している FireTV スティック 4K で検証していきます。今回の動画では FireTV スティックでプレイステーションを遊ぶ理由、プレイステーションを遊ぶ方法、まともに動くのか実際に検証する、これらについて解説していきます。このチャンネルではタブレット、スマホ、スマートスピーカー、周辺機器などのガジェット、パソコン、テレビなどの家電を有効に活用してもっと生活を便利で豊かにするための情報を発信するチャンネルです。気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。それでは本題に入ります。 Amazon FireTV スティックは格安で買えるコスパの高いストリーミング機器です。だいたい5000円くらいから買えて、セールだと3000円くらいの時もあります。映画、ドラマ、アニメ、ゲームなど多くのコンテンツを楽しめます。できることが多すぎて正直あまり不満はないんですが、残念なところはゲームに対応しているはずなのに遊べるゲームが少ないことです。実際に検索するとわかるんですが、ただでさえ Amazon アプリストアは種類が少ないのに FireTV 対応のゲームはほぼ全滅状態です。Fire タブレットと同じように FireTV へ Google プレイを導入できれば可能性が広がるんですが、今はできません。Google プレイを導入できないのでゲームを遊ぶのは絶望的です。しかし通常では使えないアプリを使うことでレトロゲームなら遊べるようになります。今回は 3D 対応ゲーム機プレイステーションを遊べる FireTV スティック製作に挑戦します。遊ぶゲームソフトの調達。まずは遊ぶゲームソフトの調達が必要です。いつものようにゲームソフトはブックオフとハードオフで購入してきました。今でもプレイステーションソフトは人気があり、大抵のブックオフやハードオフで買い揃えることができます。今回準備したのは歴代売れ筋ランキングの上位ソフトをセレクトしてきました。グランツーリスモ、鉄拳3、バイオハザード、ドラゴンクエスト7、ファイナルファンタジー9、どれも売上100万本を突破しているメガヒットゲームです。最近の据え置き型ゲーム機で100万本超えるゲームは少ないのでとても貴重です。ゲームの吸い出し。FireTV で遊ぶといってもこのままで遊ぶことはできません。FireTV で動かせるようにソフトを取り出すことが必要です。イメージとしてはディスクからデータをパソコンに取り込み、パソコンから FireTV へ扱えるようにする必要があります。まずはパソコンへの吸い出しが必要です。ここからが面倒くさい作業の始まりです。ゲームを吸い出すには CD ドライブが必要です。と言っても DVD ドライブや BD ドライブでも大丈夫です。最近は光学ドライブを搭載しないパソコンが増えているので、もしパソコンに搭載していないなら購入しておきましょう。それでは遊ぶためにゲームのディスクイメージを作成します。作業はすべてパソコンで行います。ゲームディスクをパソコンのディスクドライブにセットします。IMG バーンっていうソフトを使ってクリエイトイメージファイル from ディスクを選択します。これは CD の内容をデータファイルとして保存することができる機能です。数分待つとファイルが作成されます。ファイルの容量はだいたい 700MB 以下ですね。ディスク1枚に対して1つか2つのファイルが作成されます。ゲームディスクのイメージファイル作成には CD マニピュレーターもよく使われます。ソフトのアップデートは終了していますが、今でも便利に使えるソフトです。好みで好きな方を使ってください。FireTV の準備。次は FireTV で USB メモリーを使う準備をします。ファミコン、スーパーファミコン、Nintendo 64はカセット式のゲームでイメージファイルのデータ容量は最大でも数十メガバイトでしたが、プレイステーションのゲームは CD なので1枚あたり最大 700MB 程度使うことがあります。FireTV スティックの内蔵ストレージは空き容量は多くないです。私の場合、残り容量が数十メガバイト程度しかありません。なので
プレイステーションのゲームを保存しておく空き容量がありません。そこで USB メモリーにゲームデータを保存します。そして Fire TV から直接 USB メモリーのデータを読み込むことにします。準備したのは USB メモリーと OTG、USB ケーブルです。マイクロ USB OS 2マイクロ USB MES の OTG ケーブルです。途中に USB-A ポートを搭載しています。USB メモリーは普通に売っている 8GB メモリーです。FAT32 で運用するので最大 32GB の USB メモリーを扱うことができます。Amazon では USB メモリーや OTG ケーブルは安くてお手頃です。Fire TV の設定をしていきます。Fire TV の開発者オプションを選択。ADB デバッグをオンにします。次は Fire TV でダウンローダーアプリを検索してダウンロード、そしてインストールします。次はダウンローダーアプリから検索窓からレトロアーチと検索します。そうするとレトロアーチのサイトがヒットするので、そこにアクセスします。下の方に移動していきましょう。Android の中にダウンロードと表記しているのでそれを選択します。ダウンロードが開始するのでしばらく待ちましょう。指示に従ってアプリをインストールしていきます。インストール完了まで待ちましょう。次は OTG ケーブルと USB メモリーを使って Fire TV と接続します。Fire TV に電源接続しているマイクロ UBS ケーブルを外して OTG ケーブルを Fire TV 本体に挿します。OTG ケーブルに USB ケーブルを接続します。OTG ケーブルに Fire TV へ電源供給していたマイクロ USB ケーブルを接続します。これでハードウェアの準備は完了です。レトロアーチの起動。それでは先ほどインストールしたレトロアーチを起動します。レトロアーチは様々なゲームを動かせるエミュレーターを扱うことができるアプリです。Windows 版や Android 版など様々なプラットフォームで扱えて、今回は Fire TV 対応版を使っています。まずはコアをロードします。コアとはエミュレーター本体のことだと思ってください。最初は何もコアがない状態なので、プレイステーションを扱えるコアをダウンロードします。ここでは、ソニープレイステーション PCSX をダウンロードしました。次はコンテンツをロードしていきます。先ほど保存したゲームのデータの場所を開いていきます。USB メモリーはストレージを開きます。USB メモリーといった表記はされていなくて、意味不明の記号の羅列になっています。私の場合、2282692C となっていました。これを開きます。そうすると USB メモリーに保存していたゲームファイルが表示されます。あとはゲームのファイルを開いてゲームを開始していきます。それでは正常に動作しているかチェックしてみましょう。鉄拳3は大人気 3D 格闘ゲームシリーズの第3弾。販売本数は140万本。当時、アーケードで人気だったゲームの家庭用への移植版です。アーケードでリリースして1年くらい経ったら家庭用へ移植するのが当時の流れでした。ぬるぬる動いているし、全くストレスなく操作できます。完全に動作している感じです。グランツーリスモは、1997年発売のリアル志向の人気レーシングゲームシリーズ第1弾。実際に存在する車とドライビング体験ができるのが特徴。ブラウン管テレビで遊ぶことを前提に作られているので映像の荒さが目立つけど楽しさは当時のままです。処理落ち、音声が途切れがなく全く問題なく遊べます。正直ここまで動くとは思いませんでした。バイオハザードは1996年発売の人気ホラーアクションゲームシリーズの第1弾。当時ソフトのパッケージにはこのゲームには暴力シーンやグロテスクな表現が含まれていますと表記されるほど過激なゲームでした。最初は操作が難しく、なぜか全速力でゾンビに突っ込んでしまうゾンビ大好きっ子を大量発生させました。ただ怖いだけじゃない愛されるホラーゲームです。もちろん全く問題なく動きます。ファイナルファンタジー9、2000年発売の人気 RPG シリーズ第9弾。キャラクターの SD サイズ化とクリスタルという概念の復活で SF 要素からファンタジー寄りのストーリーになりました。ディスク4枚組なのでイメージファイルはディスク4枚分が必要です。スローになったり音楽が途切れることもなく動作は快適です。ドラゴンクエスト7は残念ながらこのタイトルはこのエミュレーターで動作することができませんでした。他のエミュレーターや BIOS ファイルを導入すれば動くかもしれません。これは残念。操作はどうする？コントロールは Fire TV リモコンで操作します。
ボタンが少ないし、できることは限られるので、正直おすすめはできないです。ゲームパッドも試していきます。手持ちの Bluetooth コントローラーを試してみたところだと、おすすめは Xbox シリーズ X コントローラーですね。PC、Android、iPhone にも使える汎用コントローラーなので、とても便利です。スマホゲームでも使えるのはいいですよね。PlayStation 5用のコントローラー、DualSense も Fire TV で使えます。こっちは Amazon で普通に買えるので入手しやすいですよね。こっちを使っても大丈夫です。レトロアーチは他にも対応コアがいっぱいあります。以前にファミコン、スーパーファミコン、任天堂64を試しました。この他にも 3DS、Wii、PS2、PSP 様々な機器にも対応しています。今後要望があれば試していきたいです。それでは今回のまとめです。今回は Fire TV でプレイステーションを遊ぶ方法について解説してきました。Fire TV スティック 4K でプレイステーションソフトは快適に動きます。ただし全て動くわけではないことに注意が必要です。イメージファイル容量が大きいので大容量 USB メモリーが必要です。Bluetooth コントローラーは絶対あった方が便利です。Fire TV でレトロゲームを遊んでみたいですか？